夢日記。お遍路さん、久しぶりにお遍路に行っている夢を見た。気づいたら自分は電車に乗っていて、この時点では意識が朦朧としていて、なんで電車に乗ってるのかもわからなくて、断片的に電車内の様子が意識に入ってきてはまた意識を失うというのを繰り返していた。突然意識がはっきりすると、見たこともない街へたどり着いていた。この時点ではお遍路に来ているという認識はなく、いつの間にか電車に乗っていて知らない場所に来てしまったという認識だった。さっきまでは意識が朦朧としていたのに、その街に着いてからはやたらと意識がはっきりしていて、久しぶりに明晰夢が見れたと思うほど夢の世界がはっきりとしていた。でもしばらく歩いているうちにまた意識が朦朧としてきて、知らない街の似たような場所を永遠にループし始めた。次第に辺りは暗くなってきて、雨が降り始めた頃に突然自分はお遍路に来ていたことに気がついた。しかし自分は現実世界でリアルに一度お遍路を断念した人間で、再びお遍路に行くことはないと考えていたので、なんでまたお遍路に来てるんだろうと疑問に思った。暗くなってきて雨も降り出したので、今まで勇気がなくて尋ねられなかったけど、レンタカー屋のような作りのお店に入って、お店の人に自分が行きたい場所を聞いてみることにした。ただ自分自身がそもそもどこに行こうとしてるのかわからないので、しどろもどろになりながら尋ねていたら、店員はすごい圧迫面接みたいな対応をしてきて、どこに行きたいんですか？どこに行くんですか？と責め立てるように聞いてきた。自分はテンパってしまって、7番と8番の間かな。8番札所に行きたいんです。そうです、そうです。8番札所です。と言うと、ものすごい不遜な顔で、それならね、前の道をあっちに行って、右に曲がったら、なんかつくから、みたいな感じの、調子よ対応を食らって、道順は全然わからなかったけど、店員が超絶塩対応なので、わかりました。ありがとうございました。と、言って店を去ろうとした。自動ドアの前まで来て、床を見てみると、自分が入ってきた時の雨の雫で、お店の床を濡らしてしまっていたので、雑巾とかあれば、床を拭いてから帰りますのでありますでしょうか？と聞くと、いつの間にか雑巾を手に持っていたので、雑巾で床を拭いて、再びありがとうございました。と、頭を下げてお店を出て行った。お店の軒先で、なんでまたお遍路に来ちゃったのかな。早く茨城に帰りてー。と、思いながら雨の中を歩く準備をしていたら、意識がブラックアウトしてきて、深い眠りに戻っていきました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。